マツダの CX3、試乗時に感じた弱点的、もしくはどうでもよいような小ネタ一つ目。HUD の位置決めが繊細。上下できるけど、ドラポジ決めたら、しっかりそれに合わせないと見えなかったという話です。前走者追従型の先進のクルーズコントロール。ということで、アダプティブクルーズコントロール ACC なんて呼ばれています。セットはね、上でも下でも良さそうです。そういう表記になっています。ACC の設定とかその他はこの HUD を使って行います。今前走者との車間距離を切り替えるスイッチを操作しています。すいません、今止まってるんで速度設定はちょっとね受け付けないようです。これは走りながらじゃないとセットできないようですね。あとスイッチはこれがねどこで設定を行うかというと、ここじゃないです。このメインのメーターではなくて、こっちの、ヘッドアップディスプレイで行います。ちょっとピント合わせ直しますね。難しい。なかなかね、これが位置が難しくて、今こう0って映っていますけれども、ドラポジをしっかり決めた後に、ナビモニターでの設定でこの0の位置をね上下させて、で見やすい位置に持ってくるっていうのがねあります。ちょっとね座面が上下するだけで見えない位置に来ちゃうぐらい結構繊細です。ちょっと表示小さいんでね、目の視力の弱い方にはちょっと難しいなというところもありますので、できたらね、ディーラーでの試乗の際に確認されたらいかがですかといったポイントです。今日は CX3 2025年式ガソリンモデル、弱点的な小ネタと乗り心地やハンドリングの印象を前後半でつなげた動画です。なんかよくわからない構成だよって聞こえてきそうですが、なんでっていうのは途中で述べていきます。では戻って小ネタ2つ目。バックモニターのガイドラインが太すぎて邪魔をするという話。もともと上下に狭い画面ですから、赤い線は細いくらいがちょうどいいかななんてね思います。では次、3つ目。バッキンと音を出してペダルが沈むキックダウンスイッチ。同じようなところで続けてもう1点いきます。アクセルペダル、この辺はもうねおなじみですよね。オルガン式でコンパクトカーの中では外側にあるタイプ。他の車ですともうこの辺にねタイヤのホイールハウスが来ちゃいますから、この車はこうやって見てもねホイールハウスはもうちょっと前なんだなと、言ってみれば後輪駆動車みたいな感じをねここからも受けます。でそうですね、ペダルは可能な範囲内で外寄りにあるといった感じです。あとねキックダウンスイッチってのがあって、前回踏んだ後にもうちょっとねコクってのがある。でこの車ですとその後にねもうちょっとこうバキっていくようなねはっきりした段差もあって、ちょっとね2段階みたいになっていました。でそれがどう動くかねちょっと分かんないというのも、もう普通に踏めるところまで踏んだらもう全開になってキックダウンしていましたから、ちょっとねその先は普通に全開になるのかもっとなんか制御変わるのかはねすみませんちょっと分からなかったです。バッキンとねこうガキッとこうペダルが奥に入る前に軽くコクッと段があります。こっちはね気持ちがいいコクッとした感じで、自分今までこれがキックダウンスイッチかと思っていました。それが今回目いっぱい踏んでみたんですね。もう力いっぱいコキッて踏んだらもう一段奥に段があって、そこが渋い音を出しつつ踏み込める。でここをね、すごく硬いので通常使う部分じゃないかもしれない。それかこの車の個体差かもしれないですし、ちょっとねその辺は不明ですが、気になったら力いっぱい、もうエンジン切った状態でね力いっぱい踏み込んでみてください。ということで次、4つ目はバックチャイムとウインカー音。まずは聞いてみてください。リバースに入れるとウインカー音は消えるタイプ。
で、今回述べたいのは音質の部分です。乗るとすごくプレミアム感の高い CX3 ですから、もうちょっとこの音がね、ブザー的でない音を望みたいところで、ここでマツダ2を引き合いに出すと、マツダ2もね、同じ音質です。マツダ2とは乗り味のキャラクターが異なります。そして価格的な違いもあって、 CX3 はプレミアムな方向性だったら、官能的な部分にこだわるマツダだからこそ、この音もね、変えてほしいなって思う部分です。そしたら次、5つ目はラゲッジボードの良し悪し。これは弱点というか、長短感じる部分。心理的に安心させてくれるのはマツダらしい長所ですし、使い勝手で言ったらもっとね、軽くて薄くても楽な方がいい。トランクボードは大きく上下します。2段式のね、下と上と差が大きいです。結構ね、大きく動きます。ちょっと待って、片手でできるかな。すみません、やめときます。思ったより重かった。すみません、ちょっと片手じゃ厳しかったですね。ちょっと今カメラを置いて両手でやりました。意外とね、しっかりしていて、っていうかすごいしっかりしてますね。全然しなる感じがしないです。安心して物が置ける。で、両手を使ってね、一段上げた感じです。今度下ろすのは片手でできるかな。下ろす方はいけますね。でも意外とびっちりサイズで、すみません、意外とね、下ろす方もびっちりサイズで、やっぱりちょっと片手じゃ無理でしたね。ほんと、きっちりはまります。安心感あります。自分は不安を感じさせない、このね、がっちりした感じがいいなって思います。そしたら次、6つ目。ステアリングスイッチと、メーターの関係。ステアリングスイッチ左手側で右側のモニターを操作する。また、メーター右手側のスイッチで左のモニターを操作する。このあたりが洗練された最新モデル。他メーカー含めて考えたときに違いを感じる部分です。逆に言うと CX3 で古さを感じるのはこれぐらいともね、言えます。そしたらここからの後半はハンドリングとか乗り心地に関する話。動画の前半に弱点的なシーンを持ってきたのはもう全てここからのつなぎです。ここにつなげたくてわざわざね、最初に弱点的な部分を持ってきた。良いことしか言わないなっていう、そういう動画と違うというか、本当そう思われたらね、いい部分の信憑性もなくなっちゃいますからね。CX3 は乗り味の部分でプレミアムコンパクトな SUV。もうそう言い切れるくらいにすごくレベル高いなって感じました。それは多くのユーザーに支持されてるであろう、多くのユーザーに支持されるであろう方向でレベルが高い。マニアックな良さとは逆の方向で良さを感じます。さあ、運転席に行きました。というかね、むしろ運転席を奪ってやったぜみたいなね、気分です。もう自分のこの明るくてどもっちゃってるぐらいのね、テンション上がってる様子、これだけでね、察してください。とりあえずね、いいか悪いで言ったらすごくいい、いい部分がいっぱいあるといったところで、ちょっと車好きとかね、マツダ好きの方が面白いねと思えるようなところから上げていきましょうか。それはちょっと弱点的な部分も含んでというところで、話になっていきます。まずね、一つ目。最近、ちょっとね、このマツダのブレーキが変わってきたように思うんですね。それは、最初に思ったのが、マイルドハイブリッドになった後の、CX3、CX30 か。マイナーチェンジ、ビッグマイナーで、変わった CX5 とか。で、CX5 は相変わらずね、変わったと言ってもマツダらしいブレーキの特徴、自分からしてみたら良さがあって、でそれからこの前2025年式マツダ2とか乗っても少しね変わってきたような気がして、で今日乗ったらやっぱりもうマツダ車この路線で行くのかなって思うところがあります。2025年式の CX3 です。でその後にね具体的に述べますと、ブレーキがね初期がすごい強いです。
で、動力で減速力をコントロールするというよりは、ちょっと足を乗せた時のね、食いつきがいい。で、ちょっと戻してきても、ゴキンと音がして、思ったより早くね、クッと食いついちゃうところがあったりね。今日一応12月で外気温低いんですけれども、14度。今昼間ですごく暖かくて、そのような感じです。で、どうでしょうかね、このあたり。今まで、その車お好きな方には、もしくは運転お好きな方には、マツダのブレーキね、すごくいいとめちゃくちゃ評価されてきたと思うんですね。で、自分もう10年前、20年前からずっとね、その点は言い続けてきました。で、ここに来て、というかごめんなさい。で、そういった中で、まあ、どうでしょうかね。もうどちらかというと、そんなに車が好きじゃないというか、まあ道具代わりというか、足代わりのユーザーからすると、効きが弱いという意見もね、結構あったと思うんですね。いろんなコメント欄とかでそれは見かけました。で、今のこの CX3 に関しては、まあそういうこと言わせないぞみたいなね、感じになっています。まあ一長一短で、本当ね、好みというか、乗り方というか、まあ正解がないところなんでね。そのブレーキの前後バランスとかだったらこういうのがいいとか、まあこっちの方がね、車が落ち着くとか、制動力が短くなるとか、まあ正解があるにしても、ペダルタッチでね、どの領域で強くなるっていうところだけに関して言うと、本当正解ないところだと思うので、まあ、とりあえずね、少しマツダのブレーキも変わってきてるなと。で、ハンドル話。これがね、そう、ここも、ちょっとマツダ車の中では変わってきてるねって思うポイントです。まず、すごいね、補打する力が強いです。まあ、中心も固められてるまで言っていいかどうかぐらい、結構中心が落ち着きます。この辺りがあれですかね。マツダって中心は柔らかくて抜けていて、タイヤの抵抗が増すに従って効きが良くなる、重さを増すみたいな、そういう車のね、昔から続く良さがあったんですけれども、ちょっとね、この車はむしろもっといろんな人がね、この車乗りやすいねって思うような感じの直進部分になっています。で、そこから少し力を入れてクッと切り始める感じですかね。で、まあ人によってはクッと切る感じが素早くなったり、力が入りやすかったりするタイプだと思います。で、そうすると何が起きるかというと、車はクッと動きやすい。クッと動きやすいということは敏感に感じやすいなんていうね、まあメリットデメリットありますけれども、ドライバーの気分が上がるような感じかな。これちょっとね、意外ですね。元のマツダ2をベースにタイヤを外に張り出すような設計をしていますと、まあそのままのジオメトリーだったら、ハンドルはやっぱりこういった傾向は出てきます。重心が重くなったり、切った後にクッとね、戻る力が強くなったりとか、まあそういったところはありますけれども、まあほんとね、わかりやすい。でもそうですね、普通は乗りやすいって感じるんじゃないかな。自分の手元を見てていただいてもね、もう力入れない。これ、角田祐希くんのね、乗り方。もう車とハンドルの接点は指2本だけ。もうほんと手のひらで一瞬触るだけ。あ、ごめんなさい。これは本田車の時に話したかった話だった。まあそういう乗り方でね、車の情報、ハンドルに行きたい方向を邪魔しないように乗る。もういくらでもできます。ただ車の行きたい方向っていうのは、ちょっと今までのマツダ車よりは感じにくい方向になってきたなと。まあこれは時代の流れですかね。で、この辺が変わっているのと、でもね、そう。単純ないい車らしさ、こうビシッと走っていてね、フロントサスペンションもどちらかといえば寝ていて、大きい車らしさがあるというかね、そうしたこのマツダ 2CX3 がデビューした時に大きく感じたところというのが、また今ちょっとね、感じられるようになりました。まあそれが、まあこのハンドルの味付けとかによるところも大きいのかな。で、キリがないんでちょっと、足回りの話いきますね。ただ、フロントシートは、多少フロントの上下は感じられますが、まあそんなのはね、もう全然しょうがないというか、もう全然いいレベル。SUV らしいゆっさゆっさ感はもう全くないです。全くって使っちゃいましたけれどもね。まあそれぐらい言えるぐらいです。
こう、平らな路面でのね、プルプル感、コツコツ感、そういったものが全然伝わってこない。多分タイヤの状態もいいんでしょうね。ものすごくいいです。ものすごくいいというのは、同じようなクラスの、ヤリスクロス、WRV、それから、ごめんなさい。ライズ、クロスビーあたりかな。最近乗った中で言うとそんなあたりで比較して、ものすごくいいです。で、状況によっては、こういったあたりがね、CX5、今、2025年の末に新型に切り替わるかどうかぐらいのところですけれども、と比較しても、こっちの方が好ましいって感じる方がいるんじゃないかなっていうぐらいのね、このハンドルの補打する力の強さと、この乗り心地、それぐらいね、思っています。ただ、リアシートに関してはね、CX5 が圧倒的です。当然ですよね。お値段も違いますし。やっぱりこのレビュー取り始める前に少しは走って、感覚つかんで、で、この辺をお伝えしたいな、述べたいな、口にしたいなっていう部分を少しはまとめるんですけれども、もう、最初のね、今日、50メートル、100メートル走って、このステアフィールね、駐車場から出て、ハンドル戻して、ちょっと直線走っただけでね、もうウッキウキ。で、信号待ちとかでね、軽くエンジン空吹かしてみても、もうそれでさらにテンション上がって、あとはシフトダウンして、スパンスパンっていくのとかね、もうそこだけでテンション上がっちゃってね。アクセルとエンジンの話いきましょうか。このエンジンがね、自分がいいと、ずっといいと言い続けてきた、1500cc 最高と言い続けてきた、この P5VPS の良さが、この車で味わえます。細かい領域で反応があったりとか、ドライバーがもうちょっとトルクが欲しいよって思った時にシフトダウンしてくれて、マニュアルモードでもうバスンバスンいくんですね。マニュアルで言ったらもうバーンってクラッチ繋いじゃったような感じです。バシュンとこう、タコメーターが跳ね上がる。あと、最近ね、ハイプポイントというのが始まりました。いいねボタンを押した後にハイプもどうですかみたいな案内が出るんですけれども、YouTube のアプリが最新で、あとはコメントできるようなね、ハンドルネームをつけてる方のみハイプができます。で、このハイプポイントというのは、すごく簡単にその YouTuber を応援したりとか、今無名だけど、こういう人がね、もっと声大きくレビューしてほしいみたいな人に、入れるポイントです。で、自分としては、ぜひね、をお願いしたくて、思っています。お願いできればと思っています。よろしければ、そのハイプポイントをこうやって、ちょっとね、ポチッと押すだけですので、できましたらよろしくお願いします。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。